おはようございます。ふしです。今日は病院に行きます。そう、月に1回行ってるんですけど、病院に。通院してるんですけど、もう毎月行きたくないです。めんどくさいとか思いながら。でも行かないと、薬がね、もらえなくて、ちょっと薬飲まないといろいろ面倒なことになるんで、しょうがない、行くかって感じなんですけど。もう今日も京都で行きたくないですね。嫌ですね。でもとりあえず支度をしないと間に合わないので、これから支度していこうと思います。行ってきます。ということで、まずは靴下とルームブーツを履きます。夏場は裸足で過ごしてるんですけど、末端冷え性なので足の防寒には気合を入れてます。朝ごはんはお母さんが焼いてくれたアップルパイです。秋になってお母さんのお菓子作りがはかどっているので、消費係の節は食べるのが大変です。ご飯を食べる前にツイッターに載せる写真を撮ります。真上からの構図に統一しているので、自分の影が入らないように高い位置から撮るようにしてます。ご飯の時間は iPad で動画を見ながら食べてます。動画見ながら気を散らしておかないと、食べることに飽きて途中でやめちゃうんですよね。お母さんのお菓子作りは最初はあまり上手ではなかったんですけど、ここ2、3年でどんどん上手になってきていて、毎回美味しいお菓子を食べられてます。食べ終わったら持病の薬を飲みます。副作用で吐き気がするので、まず最初に吐き気止めを飲んでいます。吐き気止めが効いてきたらメインの薬の出番です。薬って飲んでる途中に喉に引っかかったりして変な感じしますよね。ちゃんと胃に落ちるようにたくさんお水を飲んでます。お風呂から出たらほっぺちゃんと電話しながら着替えます。病院の日って服装かなりいい加減になりますよね。私もおしゃれする気合がないので、ダルギのパーカーにしました。いちいちコーディネート考えるのがめんどくさいので、パーカーを着回せる秋と冬はかなり助かってます。さすがにすっぴんでは外に出られないので顔を作ります。デパコス買う経済力はないので、全部5000円以下のプチプラです。ベースはマキアージュを使ってます。この下地の皮脂防止がめちゃくちゃ優秀でかなり気に入ってます。なおかつ日焼け止め効果も SPF50 なので、夏でも冬でも安心。冬でも乾燥しにくいし、塗った後の感触もスベスベしてて気持ちいいです。伸びの音だったの。ファンデーションはパウダーを使ってます。皮膚が薄いのでリキッドとかクッションファンデだと厚塗り感が出てしまうんですよね。パウダーだけど乾燥しにくいのでオールシーズン使えます。
細かいパールが入っているのでマットになりすぎず、程よいツヤ感と立体感が出るのがお気に入りです。アイブロウはケイトで統一しています。ケイトは色の展開が豊富なので髪の色に合わせやすいですね。そして値段が安いのに持ちがいいところが助かります。眉マスカラも脱色しなくてもいいくらい発色がいいです。眉マスカラをするときは一旦毛流れに逆らうように塗って、毛の裏側にもちゃんと色をつけてから最後に毛流れに沿って塗って整えるようにすると綺麗に色がつきます。病院に向かいます。駅からちょっと離れているので歩くだけで汗だくになります。この日は1時間くらい待ちました。病院の待ち時間って謎に眠くなりませんか？通院頑張ったご褒美に近くの喫茶店に来ました。本当は編集しようと思って iPad 持ってきてたんですけど、結局1時間スマホいじって終わりました。休憩だからそういう日があってもいいよね。お家に着いたらもうすっかり夜になってしまいました。髪の毛が邪魔なのでゴムで束ねて慌てて夜ご飯の支度をします。この日はあんまり料理する気がなかったので手抜きでお蕎麦を茹でることにしました。お鍋が大きくてお湯が沸くまで時間がかかるのでスマホをいじって暇つぶし。お蕎麦の薬味にはネギと相場が決まっているのでネギを切ります。ネギが大好物なので1本丸々使います。ほとんどネギを食べるためにお蕎麦を茹でていると言っても過言ではない。お蕎麦を食べた後はずっと口の中がネギの味してます。ご飯食べた後はスマホで雑談配信をしました。スマホの三脚が行方不明になったので手で持ちながら話すのが大変でした。次配信する時までに探さなきゃ。30分ほど配信をしてのんびりしたので寝る支度をします。まずは歯磨きをします。歯磨き粉は炭磨きを使ってます。フッ素でお腹が痛くなってしまうのでフッ素無配合のものを買うようにしてます。磨き終わるのに時間がかかるので座ってダラダラしながら磨きます。磨き終わったところで F1 が始まっちゃいました。練習の日だけど推しが1位になってくれて嬉しい。寝る支度を再開します。2ウィークのコンタクトを使っているので保存液に入れたいんだけど片手でやるのめっちゃ大変。本当はちゃんとこすり洗いしないといけないんだけどこの日は疲れてたのでサボっちゃいました。メイクをシートで落とします。シートで落とすと肌に良くないって聞くけど
そんなことより早く寝たい気持ちと洗顔できないくらいの疲れの方が勝っているので、なるべく楽な道を取ってしまいます。最後に着替えてお布団にダイブです。こんな感じで通院の日はバタバタと過ごしてます。皆さんは通院する時のルーティーンとかありますか？よかったら教えてください。それではご視聴ありがとうございました。通院 Vlog いかがでしたか？チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。